はい、どうもゆうすけです。今回の動画では、はいだけじゃない日本語の返事の仕方について説明していこうと思います。言語って返事のスピードめっちゃ大事なんですよね。なんでかっていうと、返事ってほぼリアクションだから考えずにパッっていうような、そんな感じなんですよ。だから、ある程度頭の中に返事の仕方をストックしておいた方がいいです。で、今回教える20個全部ストックしたら、もう表現の幅がめっちゃ広がるし、もう日本人みたいな日本語話せると思うので、ぜひ今回はこの20個ね、私がちゃんと選んだものなので、すごくね、ネイティブらしいものが入ってるので、ぜひ使ってください。はい。じゃあまず一つ目。一つ目なんですけど、OK です。OK。これね、説明短くするんですけど、英語と一緒だから簡単だと思います。まあ、次行きましょう。はい。二つ目。二つ目は、運です。運。これもね、結構簡単なんですけど、一つポイントとしては、運ってはっきり言わなくても、うん、うん。でも同じ意味です。で、よく、うんうんって日本人めっちゃ言います。これなんでかっていうと、英語とね、日本語の違うところがあって、英語って相手が聞いてる間にあんまり話さないっていう文化があるんですよ。邪魔をしないみたいな。私それすごく感じて、聞いてる話と思ったりもしたんですけど、日本人っていうのは逆に、うんうん、うんうん、みたいな感じで話を聞いてるよっていう相槌をよくします。はい。これがね、会話を柔らかくするし、相手にとってすごく嬉しいと思います。こうやって、うんうん、話聞いてるんだなって思うし。はい。なので、ぜひ、このうんうん、使ってほしいなと思います。はい、3つ目。3つ目は、ほんとそれです。早速、ネイティブな、カジュアルなものが出てきたんですけど、まず、ほんとっていうのは本当にって感じ。同じですね。で、それっていうのは、その通りっていうところから、来てるかな、多分。で、若い人の感じは若干出るんだけど、かなりね、カジュアルで自然です。で、ポイントとしては、ほんとそれ、ほんとっていう感じで、ほんとの部分をちょっと強調してあげると、もうすごくね、もう同意するわ、みたいな感じ。すごくその意見に同意しますよっていうニュアンスが込められます。はい。次、4つ目。4つ目は、間違いないです。間違いない。これは、もう絶対そうだよ。もうそれは確実っていう、すごく確信がある時の強めの同意ですね。はい。同僚とか、近い同僚とか、友達とかにも使えたりします。若干ね、カジュアルかなと思います。間違いないですって言えば、ちょっとポライトな感じになると思います。はい。丁寧な感じ。次、5つ目は、わかるです。これね、使えたらめっちゃいいと思う。わかるって普通に understand だけど、なんか、わかるっていうと、ちょっとニュアンスが変わるんですね。理解できるっていうよりも、その相手の気持ちが本当にわかるっていう共感の返事、相手の感情めっちゃわかるわっていう時に、俺も同じ状況なったことあるからめっちゃわかるわ、みたいな感じですね。で、これも強調したい時とかは、わかるとか、そんな感じで言っていいと思います。で、6個目、ちょっと似てるんですけど、言いたいことわかるですね。言いたいことっていうのをつけることによって、ちょっと相手の説明が完璧でなくても、あなたの考えわかりますよっていう時に、言いたい時に使うことができます。結構本当に優しいですね、こういうのを言ってくれたら。あれなんて言うんだっけ、ちょっと説明が難しいんだけどって言ってる時に、ああ、でも言いたいことめっちゃわかるよとか言ってくれたら、ああ、よかった、伝わってたなって思うことができるので、ぜひこれも使ってみてください。次、7個目。7個目は了解です。聞いたことある人いるかもしれないんですけど、これは結構事務的です。事務的。仕事のチャットとかでよく使ったりします。結構ね、LINE とかで仕事の会話の時に使ったりするんですけど、だから丁寧ですね。なんだけど気をつけないといけないのが、丁寧なんだけど、自分よりも目上の人に使うのはあんまり良くないってなってます。はい。ので、8個目。目上の人に使うのは、承知しましたです。承知しました。これは結構目上の人に使うんだけど、本当にもうフォーマルな時に使えます。実際私ね、高校の時に部活動をやっててキャプテンだったんですけど、監督にこう LINE する時は承知しました。
言ってましたね。ビジネスとか接客とか、目上の先生とか、そういう時に使って、依頼とか指示とか、そういうのを受け入れるっていう感じですね。とても丁寧な分かりましたって感じだと思います。This is a quick head. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lesson to real speaking practice. We create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. 次、9個目。9個目は問題ないです。問題ないです。英語でも言うと思います。これもね、同じ感じなんだけど、大丈夫ですとか、支障ありませんって感じ。で、問題ないっていうのは、問題ないだけっていうのは、あんまり言わないかな。ちょっとかっこいい感じは出るんだけど、私はあんまり言わないですね。それよりも、後で言うものを使います。はい。次、10個目。10個目は、それでお願いしますです。それでお願いします。お願いしますっていう言葉がそもそもめっちゃ便利なんですけど、相手の提案を受けたときに、もうその内容で決定してくださいみたいな時に使います。はい。次11個目が、大丈夫。大丈夫だよ。大丈夫です。です。はい。これね、さっき言った問題ないの代わりにカジュアルの時に使うんですけど、大丈夫。めっちゃ使いますね。これは、もう超よく使うから、めっちゃ便利だから皆さんにも使ってほしいんですけど、心配しなくていいよ、みたいな意味です。結構ね、知ってる人も多いかなと思います。次、12個目。12個目は、だよね、だよな、ですね。これもね、使えたらめちゃくちゃいいですね。はい。私もそう思うっていう結構カジュアルな同意ですね。なんですけど、だよねは、男性女性使えるんですけど、だよなはちょっとね、男っぽい感じが出るので、全然、女性でもね、使う人いるんですけど、すごく男っぽい感じが出ます。とか、ちょっとウェイって感じの印象が出ますね。はい。次、13個目。13個目は、いや、それな。いや、ほんとそうです。この中ですごく伝えたいことがあって、このいやっていうのをみんなにマスターしてほしいんですよ。この動画を通して。このいやっていうのは、no の否定じゃなくて、強調のものなんですよ。はい。だからこのいや、なんとかみたいなのは結構使えるので、いや、本当にそうとか、いや、わかるとか、自分の感情を本当に込めたいときにいやっていうのを使ってほしいと思ってます。で、今回それなっていうのが出てると思うんですけど、それなっていうのはスラングです。結構スラングでもうずっと若い人が使ってるスラングですね。はい。このいやっていうのを使ったらネイティブ感かなりね、出ると思うので、ぜひ使ってください。はい。次、14個目。14個目がその通り。その通り。はい。これは、はいと同じ意味なんですけど、どちらかというと、論理的に正しいですっていう意味です。気持ちの共感よりも、それは話の筋が通ってる。みたいな時に使えますね。はい、ぜひ使ってください。次、15個目。15個目がおっしゃる通りです。これさっきの通りと一緒なんだけど、そのビジネスとかね、目上の人の会話とかで使うことができますね。他にもね、なるほどっていうのがあるんですけど、なるほどもね、めちゃくちゃいいと思います。友達同士の会話で使えるんですけど、その、なるほどっていうのは、目上の人とかに使うのはあんま良くない。悪くはないんですよ。別にダメじゃないんだけど、その、ビジネスマナー的にはおっしゃる通りですの方がいいので、もし面接とか受ける人は、おっしゃる通りですを使ってほしいと思います。次、16個目。16個目が、あり。ありだね。はい。ありっていう言葉をマスターしてほしいんですけど、これは選択肢として可能だよっていうところからありっていうね、言葉が来てます。だから相手が提案してくれた時にありって言ったら、もうそれめっちゃいいと思います。めっちゃありとかね、よく使います。これもね、結構ネイティブっぽいなぁと思います。でもちょっとカジュアルなのでね、はい、近しい人に使ってください。次は、それでいこうです。それでいこう。これはね、英語と一緒なんだけど、行こうっていうのは、go なんだけど、それでっていうのは with something なので、その案で決定しようとか、そういう意味ですね。何かで決定して、それで進んでいこうみたいなニュアンスがあります。はい。次、18個目。18個目は、いいねです。いいね。これも結構カジュアルなので、はい。
近しい人に使ってください。いいと思うとか、賛成とか、そんな感じの返事で、声のトーンで、なんか本気の賛成にもなるし、軽い反応にもなるから、これはちょっと注意なんですけど、例えば、めっちゃいいねとか、いいねって言ったら、賛成してくれてる。結構、受けが良かったんだなとか思うんだけど、いいねくらいだったら、本当かなみたいな、ちょっと思っちゃったりもします。はい、次、19個目。19個目は、確かにです。確かに。言われてみればそうとか、納得したっていう時に使えますね。はい。だから、そういうニュアンスがあるので、ぜひ使ってほしいと思っています。説明されてみたら、その通りだわって時に使えるので、はい。次、ラスト。ラストは、そうなんだよね。そうなんよ。です。はい。そうなんだよっていうのは、結構標準語なんですけど、そうなんよねは、ちょっと西日本かなと思います。私ね、熊本生まれで、今、大学のために京都に住んでるんですけど、結構みんなね、そうなんよ、そうなんよ、言います。はい。東京はね、あんまりね、わかんないんだけど、なんかすごくね、カジュアルな表現で、距離が近い相手に使うかなって思います。これもすごくね、使えたらいいなと思います。はい、これでね、20個紹介しました。本当に返事っていうのはね、一瞬でパッてするものだから、ある程度インプットが欲しいので、皆さん今回のこのいい機会に、自分がね、使えそうなものをピックアップして、たくさん使う練習して、ぜひ会話で使ってほしいと思います。はい。今回の動画はここまでになります。今、オンラインレッスン提供しているので、もし興味がある方は、ウェブサイトの方から予約の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね